ゆめゆめラジオ。人類の皆さん、こんにちは。冷凍保存系恐竜ギャル、ぼんぼりゆめです。ゆめゆめラジオ第2回。本日ゲストをお招きしております。なんと、とっても可愛いお嬢様が来てくださいました。こんなギャルが経営しているカフェに。ギャルが経営しているカフェです、ここは。桜が咲いておりますね、後ろに。ということで、本日のゲストは、フランス生まれのお嬢様、シャトーちゃんです。どうぞあれここに最近すごい雰囲気のいい喫茶店ができたって聞いてやってきたんですけど、あれゆめちゃまどうもちょっと夢が経営してまして、なんだすごーいちょっとね、お招きするということで、今日はね、美味しいもの揃えておりますので、ぜひ、やったおくつろぎください。わーすごい最近のギャルって喫茶店経営もできるのね。そうなんですよ。ちょっとこれ全部買ってきたもんなんで、食品衛生管理者とかもいらないんで。なるほどね、そこもちゃんとしっかりしてるんだ。調理師免許とかね、いらないような感じでやっております。全部これ買って、ちゃんと伊勢丹の地下で買ってきたんで。しかも品質も絶対にハイクオリティなものを。赤字。すごい。絶対に赤字。ということで、今日はシャトーちゃんに来てもらっております。いらっしゃいませ。はい。先ほど。シャトーちゃん、よかったら簡単に自己紹介などお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました。フランス生まれのお嬢様 VTuber シャトーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、シャトーちゃんとはね、何回かゲームで一緒に遊んだこともありまして、というかね、VTuber 準備中の開始日がほぼ一緒だったんだよね。そう。もうね、私たちは姉妹ということで、よろしくお願いします。1日違いぐらい多分だよね。で、多分最初に、できたお友達というか。そう。なんかデビュー日も。そう、デビュー日も多分1日違いぐらい。そう。なんかツイッター開設して、その投稿始めた日がめっちゃ近かったんだよね。確か。なんかそれで、VTuber 準備中のタグで、最初に仲良くなったのがシャトーちゃんだったんだよね。ありがとうございます。そう。ただ、シャトーちゃんの方が配信歴はまあ。いつまで経っても初心を忘れず。いい感じの言い方。はい。初心を忘れずに、活動してまいりたいと思います。ちょっと概要欄とかにね、チャットちゃんのチャンネルのリンクとかも貼っておくんで、よかったら皆様ご覧になってみてください。もしお上品な時間が流れております。夢の配信と違って。そんなことないわよ。でもマジでさ、そのシャトーちゃんのところのさ、リスナーさん、いい人ばっかりで、夢ね、配信にね、遊びに行ったこともあるんですけど、シャトーちゃんのリスナーさんに、お茶をお出しされて、よかったらお茶です、みたいな感じで。いつもお世話になってます。そう。ね、リスナーさんから、ちゃんと、ご挨拶にさせていただきました。おもてなしを受け、これが社交界か、みたいな。すごいや、っていう。そう。生温かい目で見守られながら配信をしています。見守られてるんだ。そう。社交界シャトー界だとなんか、シャトー界一門みたいな。そうよ。雰囲気になっちゃう。私は、背負ってますから。シャトーの名を。そう。仮名を背負ってね、活動してるからね。はい。で、そう、今ね、お茶の話が出たんですが、ちょっと、前回第1回のラジオの時に、お便りを募集したら結構お便りいただきました。ありがたいことに。シェアハピ、シェア下げ、なんでもいいですよ、ということで。シェア下げそう、下げもね、シェアするとね、軽くなるからね。確かに。シェア下げ初めて聞いたけど、いいコンセプトかも。そう、夢もね、初めて使った。
新しいね、流行の最先端ですよ。シェア下げ流行ってほしくねえな、でも。もっとなんか上がる感じで流行ってほしいな、流行語。いや、こう、上げの時も、下げの時も。やめる時も、健やかなる時も、上げの時も、下げの時も。共に乗り越えていくことを。ね、そう、誓わなきゃ。ギャルの結婚式。そう、なんか結構お便りもらって、で、ちょっとね、ゆるい感じのやつも、ちゃんとしたというか、なんだろう、割とね、しっかりめの質問などもいただいたので、いくつかご紹介させていただこうかなと思います。ちょっとありがたいことに結構いただいたので、今回ご紹介できなかったものは次回ご紹介させていただければと思います。じゃあまず1通目。はい、とても、なんだろう、この季節に似合う感じの、シェアハピですね、来ました。はい。はい。はい、夢ラジ。雰囲気が大変良い喫茶店見つけたらハッピー最高ハッピーそう。やっぱ私のところにも噂がやってきてね。噂が。この辺に、そう、アゲな喫茶店があるって聞いてやってきたのよ。そうそうそう。今ね、皆さんにね、お届けするときには、音楽がね、チルいものに差し替わってると思いますが、ギャルがやってる喫茶店なんで、背景はゴリゴリの EDM が流れておりますの、実は。あ、すごい、ちょっとこのティーカップ、カタカタ言ってるかも。手に呼んで。ズンズンズンって。そう、なんかこういうね、お便りももらったし、せっかくね、シャトーちゃんとお茶するならと思って、お茶ラジオするならと思って、お茶をね、ご紹介していただいて、お紅茶をね、シャトーちゃんお紅茶詳しそうなので、偏見。いやいやいや、お紅茶、でも、そんなに、ね、そうです、戦学で申し訳ございませんが、詳しいということでもないですけれども。結構飲むんでしょ？飲みきれない茶葉が溜まっていく。あるあるですね。缶がね。そう。そう。でも、今回、ゆめちゃまに、紹介いただいた紅茶も買って、新たに50杯分の茶葉が追加されたから、そう。毎日飲んでいきますわ。やった。そう、お互いにね、ちょっと美味しい、おすすめのお紅茶、お茶菓子などご紹介し合いまして、今、バーチャルお茶会を開催しております。はい。夢が、シャトちゃんに紹介してもらったのは、フォートナム&メイソンという結構有名なところなんですけど、夢実は飲んだことがなくって、はいはい。ただ店舗は結構いっぱいあるみたいで、ちょっといいスーパー、成城石井さんとかにも置いてたりとか、あとデパートとか、百貨店さんにも入ってることが多いメーカーさんなんですけど、ちょっとおすすめされたので、買ってきました。後ほど編集でここにいい感じに画像が出ます。はい。今回買ったのが、フォートナム&メイソンのクイーンアンというお茶と、同じところのクッキーですね。ショートブレッドっていうのかな？ショートブレッドの、クロテッドクリームというのが美味しそうだったので。美味しいやつ。美味しいんだ、やった買ってみましたのよ。はい。素晴らしいですね、後で感想会をするとして。はい。シャトちゃんの方は？はい。リントンズっていう、メーカーのお紅茶をゆめちゃまに紹介いただいて、なんか気づいたらね、クッキーを、何種類だろう、1、2、3、4、5? 5種類なんかカートの中に入って、ちょっとジーヤ、ここからここまで全部ちょうだいっていうことをやって。そう、なんか、で、そう、写真見たら夢が想像してた5倍買ってた。箱いっぱいに詰まって届いたよっていうね、写真を送ったんですけど、欲望に忠実に、お嬢様なので、ここからここまで全部買いました。で、リントンズの、ゴールド、私ちょっと記憶が今飛んじゃったんですけど。ゴールドかな、多分。とにかくおゴールドな茶葉を買いましたわ。
ゴールドっていう一番、メジャーというか、まあ、うんうんイギリスの人に愛飲されてますよっていう感じの宣伝をされてるお茶ですね。なんか、リントンズ自体がすごくね、歴史が古いらしいです。うんうんうん。ね、そう、お名前は聞いたことあったんですけれども、そう実際飲んだことはなかったかもと思って。なんか店舗自体が日本に1個しかなくって今、うんうんうん、大阪にしかないんだよね。そうそうそう。ね、なかなかこう手に取る機会が少ないかもしれない。でもオンラインショップを教えていただきましたので、これからはちょっと愛用させていただきます。クッキーをク爆買い。ッキー本当に美味しい。何買ったんだっけ？モンスターと呼んでください。何が美味しかった？クッキー。やっぱりね、トリプルチョコレートクッキーがね、もう、これは1日1枚に制限しないとダメ。何かしらの病気になりそう。期間限定のやつだ。そう。美味しいですわ。あれだけナッツとか入ってるんだっけ？ナッツが入ってる方はまた別の。別であるんだ。ブラジルナッツビスケッツ。で、これもチョコレートが入ってて、チョコレートにコーティングされておりますわ。トリプルチョコって、外側にも中にも入ってるってこと？3段で入ってるってこと？そう。まず生地がチョコレートでできてて、なるほど。で、中にゴロゴロチョコレートが入ってて、で、外側もチョコレートっていう。隙を生じぬ三段構えです。すごい。1日ね、1枚とかに制限しないと。そう、何かしらの病気になる。そこはね、お嬢様なのできっと自制心があることでしょう。昨日2枚食べました。はい。なんでさ、今さ、フォローしたやっぱちょっと、正直にね、自分の心に嘘をつかずに生きていく。嘘はね、つけないからね。そう、リスナーにも正直にね、生きたいからね。そうよ、私は清廉潔白に生きていきます。清廉潔白なお嬢様。そう。トリプルチョコレートは2つ食べる。2つ食べる。今日は何食べるの？今日は、ホワイトチョコレート&レモンクッキーズ。いいですね。爽やかでお紅茶に合いますわ、きっと。そうなの。まったりとしたホワイトチョコレートがゴロゴロ入っていて、これも美味しくって。最高。そう、あとは、さっき言ったブラジルナッツビスケッツをいただきました。いいですね。事後報告。食べてる。事後報告。さっきね。レモンは、それは、生地がレモン味なのかな？生地がじゃないかしら？生地に、レモンの、こう、何かしらが、レモンピールみたいな。そう、レモンピールとは書いてないですけど、レモンオイルが入ってるみたい。爽やか。そう、爽やかで、どこか懐かしさも感じる味です。フランスの風をイギリスから。そう。国際問題になる。ドーバー海峡を渡って吹いてきた風に、この匂いが含まれてたかも。イギリスから吹いてきた風の香りがフランスで。そう、感じたことがありますわ。嘘ばっかり。大丈夫、今のは嘘じゃなくてホラーだから。ホラーね。ホラーと嘘は違うってこと？わかんない。夢はね、なんかね、なんだろう。毒にも薬にもならないものをホラーだと思っているから。なるほどね。適当な嘘をホラーってこと。だから高田純次さんが言ってるのは全部ホラーね。まあ面白いものね。そう。もう嘘でも、まあ嘘だろうな、みたいなのは。ほら。エイプリルフールについているのは夢は嘘っていうかホラーだと思ってんだよな。だから。なるほどね。みんながハッピーになる、ね。ちょっと信じちゃうのは良くないっていう。そう。みんながハッピーになって笑えるようなね、嘘がいいですね、エイプリルフールは。じゃあちょっとお茶いただきましょうかね、せっかくだし。はい。クイーンアンいただきます。すごい今、
ストレートで飲んだんだけど、結構香りが強め。うん。割となんかどっしりした感じの味かも。すごい、なんか。その、フレーバーがね、うんちゃんとついているというか、香りがいいのよね、フォートナム&メイソンは。うん、すっごいいい香り。なんか、今背景桜ですけど、なんだろう、ちょっと、ガーデンテラスでお茶を飲んでいる気持ちになる。春にぴったりじゃないですか。そう、なんか存在しない花の香りが。なんかね、イギリスから吹いてくる。そう、吹いてくる花、庭園の香りが、イングリッシュローズガーデンの香りがしますわ。あら、素敵。ね、なんか、アン女王の名前を冠してるけど、確か、あれだよね、アン女王の即位記念かなんかの時の記念のお茶みたいなのが書いてあったかな、確か、サイトに。なるほど。だからこの名前を冠してるらしいです。それだけあってすごい重厚なというか、しっかりした味な気がする。わからない。夢の舌はバカなので、何でもうまいというか。ミルクも合いそう。ミルク入れよう。ちょっとじゃあクッキーもいただきますね。はい。クロテッドクリームって練り込んであるのかな？かしらね。ね、しとちゃん食べたことあるんだよね。いただきます。そう、食べたんだけど、クロテッドクリーム、どう感じる？なんか、すっごい濃厚なバター食べてる気持ち。そう。そう。だからなんか、こう、クロテッドクリームなのかバターなのか、判断がつかないというか、そもそもショートブレッドってバターを大量に使ってるから、こう、信じるしかない。ベトナムのいいことを。すっごい美味しい、これ。しょっぱみがある。しょっぱみがあって、うまい。これよくないよくない。ショートブレッドって美味しいのよね、しょっぱみがあって。これよくない。バターかじってる。合法的にバターかじってるよ、これ。ショートブレッドというのは、そういう食べ物ですわ。全部そうなんだ。そう、一回ちょっと手作りしてみたらわかると思うんですけど、ほぼバターです。致死量のバターを。致死量の、多分ね、バターを効率よく体内に入れるためのクッキーって感じがする。てか、バターが少なくなればなるほど、やっぱ美味しさとは離れていくというか。やっぱそうだよね。もうお菓子ってね。あれがあれだけいい。ね。そうだよね。そう。お菓子作るとね、怯えるよね。言えます。そう。体内に入れていい量なんですかみたいな。丸ごと使うからね、バターを。バター、一塊使う。みたいな。そうよ、200g ポイって。怯え。でも美味しい、これ。いや、でもイギリスのさ、スコーンとかもそうだけどさ、バターもすごいし、クロテッドクリームとんでもない量塗るよね。そう。でも、塗れば塗るだけ美味しいのよ。わかる。そうよ。なんかね、夢なんかの、機会で、なんだろう、イギリスの方が、日本に来て、やってる喫茶店みたいなところで、個人経営みたいなとこだったから、おしゃべりもできたんだけど、その時に、このクロテッドクリームが余った時って、冷凍でいいんですかみたいなこと聞いたら、余るはてみたいな。余るとはみたいな反応されて。冷凍でいいと思いますけど、余りますかねみたいな。余らないわ。余らない。ゆめちゃんは。ね、余らないね。余らないのよ。不思議ですね。すべてをスコーンに乗せるでしょ。そう。それしか道はないんだから。ね、どっち先に乗せるかとかね、ジャムとあるけど、やっぱ夢的には、ジャム先に乗せて、クロテッドクリーム上からドカドカ乗せた方が、なんかミルクの味が香って美味しいような気がしている。ゆめちゃま。はい。あなたちょっと今、戦争の扉を開けたわ。
引き金を引いてしまった。だって、エリザベス女王もそうやって召し上がったって聞きましたよ。禁止カードを。この人このギャルちょっと意図的に戦争を炎上させようとしてます。禁止カードを。これね、本当にね、溝が深いんですね。あ、そうなんだ。どっちを先に乗せるか問題。あれだっけ、デボン式とコーンウォール式だっけ、確か。そうだよね。そうなのよ。どっちがどっちだかちょっと忘れちゃったけれども。でも、おっしゃる通り、エリザベス女王は、先にジャムを乗っける。なのよね。ちなみに、シャトーちゃんは？いやー、そりゃあ、先にクロテッドクリームでしょ。ちょっと。そうしないとジャムが生地に染み込んじゃうでしょ。先にクリームでカバーしてあげないと。これは。びしょびしょのスコーン食べることになってそんなびしょびしょのジャム使うことある？それジャム乗せすぎでしょ。いや。どっちもたくさん乗せるのよ。だいたいよ、あれよ、先にこう、ジャムを乗っけると、クロテッドクリームを乗せるときにクロテッドクリームのスプーンにジャムがくっついちゃうじゃない。別でしょ。いや、別々にしてさ、別々にしたのに乗せるときにくっついちゃうでしょ。はい。乗せるときにクロテッドクリーム用のスプーンにジャムがついちゃうってことね。そう。でもクロテッドクリームを先に塗ればつかないし、ジャムは上からポトッと落とすだけで混ざらないじゃない、スプーンが。そうだけど。最も合理的な。そして、スコーンの生地の上でクロテッドクリームがちょっと温まって、美味しいのよ。なるほどね。ちょっと温まって香りが立つっていうのはあるか。そう。クロテッドクリーム冷たいですから。冷やされてるもんね。出したばかりだとね。そう。やばい、論破される。まあね、どっちで食べても美味しいですよ、本当に。はい。スコーン自体が、小麦粉ってうまいじゃん。そうよ。で、バターと小麦粉をね、練って作られたものだから。そう。美味しくない、スコーン美味しくないはずがないんですよね、構造的にね。スコーンが美味しくないっていう方は、多分、クロテッドクリームをつけてない。そうだね。パサパサするのかも。そして、と一緒に食べてない。パサパサするのかもね。そう、パサパサがね、唯一の、欠点というか、でもそれを補うものがありますから。確かに。シャトーちゃん、よかったらお紅茶どうぞ、飲まれてください。すいません、夢がいっぱい喋っちゃって。いただきますわ。いただいてますわ。ひっそり。そう、ゴールドのお紅茶。そう、ゴールドね、ミルクがすごく合う気がする。ぜひ、次回はミルクで。私はもう最初からミルクです。ミルクにしてよかった。そう。結構ね、やっぱ、ミルクティーが好きなのよ。わかる、夢もミルクティーにしちゃう。そう。だから、ちょっと、私の入れ方は、多分本場のイギリスの方が見たら、そっとしちゃうんだけど、ティーバッグ入れて、お湯を注いで、で、ちょっと経ったらもうティーバッグを取り出さずに、牛乳を入れて、で、もう、マグカップとかの時はもうそのままよ。ティーバッグを一生取り出さない。そう。時間が経てば、ちょっと濃いめのミルクティーが出来上がるという寸法よ。なるほどね。お嬢様にあるまじき。このお嬢様多分アイスボックス、氷のね、アイス、あれに、ポカリとか入れるタイプですよ、多分。やっぱね、合理的なね、飲み方を。合理主義。効率中だ、この人。そう。やっぱりそうよ。コーナーを攻めないと。効率中だ、この人。
法律中のお嬢様なんかすごい、あれだな、できる女って感じ。敏腕経営者って感じ。いや、ちょっと私の普段の配信を見て同じ意見、同じね、印象を持っていただけるかはちょっと、甚だ不安なんですけれども。まあ、そういう、思想だけはそういうね。思想だけは。志をね、高く持つことはね、大事ですからね、そう本当ね。そう、今ね、4月でね、新生活始まった人もね、多いと思うからね。気持ちは高く持ちましょう。はい。ハードルは低く。そうよ。志はまあでも高く。今日はそう。ちゃんと、ティーポットに注いで、素晴らでしちゃんとい。いいカップでいただいてます。そう、夢ね、ずっと疑問だった、ティーカップを先に温めておきましょうみたいなのって、本当に意味あんのっていうのが、シャトーちゃんに教えてもらったんだけど、ね、あれって、ティーポットからティーカップに注ぐときに、お茶が冷めないようにって言われなんだね。多分。それもありますし、最初に茶葉から出すときも、温度が低いと茶葉が開かないから、こうなるべくこのポットの中の温度をこう下げないようにするために、とも温めておくっていうのが、私、その茶葉取り出さないとかやっているくせに、ポットとかカップはちゃんと温めるっていう謎のバランサー。そう。まあそこはね、やっぱ飲み物が冷めちゃうとあれですから。バランスをとっている。そうよ。そこまでは多分イギリスの方もグッてやってくださる。親指を立てる。そう。で、多分牛乳を入れ始めた時に、わーってなる。ティーバッグを出せって言われると思うんですけど。銃口を。はい。銃口を突きつけられる。まあでも、これが私のやり方ですわ。まあでもね、今ティーカップとティーバッグで飲む方がね、多いだろうしね、イギリスの人もね。もちろん。そうね。だって、リントンズのお茶でもさ、ティーバッグで、なんだっけ、マグカップで飲む用のお茶ですみたいなのあるし、なんだっけな、カッパス for your mug ってやつが、確かそうだったはず。なんかマグカップにもうこれ入れて、お湯注ぐだけで、お湯注いで蒸してくださいみたいなやつあった。あ、そうなのね。そう。そう、皆様にちょっと弁明しておきたいことが、紐がついてるティーバッグであれば、私も取り出しますわ。なんだけど、イギリスのティーバッグって、ついてないよね。紐ついてないタイプが多くて、そう。まあ、それはもう取り出すの、ね、あっちってなるから。いや、わかる。難しいよね。そう。まあ、そのためにちょっとトングを出すっていうのも、まあ、非合理的ですので、そのままね、煮出しているのよ。合理的な理由があるんだね、そこはね。そうよ。洗い物を最小限にするという。やっぱ地球環境のためにね、できることをやっていかないと。俺たちが犠牲にならないといけないからね。そうよ。賞味期限が迫っているものは、まあ、しょうがないから食べちゃわないといけないからね。そうよ。そう、地球環境のために、夢たちが犠牲になって、賞味期限ギリギリのお菓子とかクッキーとかは、急いで食べてます。はい。クロテッドクリームも、そう、使っちゃわないと、ね。食べきらなきゃダメよ。そう、使っちゃわないともったいないからね。冷凍庫代がもったいないから。そう。かびちゃうしね、なんか冷蔵庫入れとくと。冷凍だよね、やっぱ。あ、そう、でも、実際は、クロテッドクリームは、その乳脂肪が、確かなんか冷凍すると、ちょっと分離しちゃうかもしれなくて、そう、あんまり冷凍には向かないと聞きますわね。じゃあやっぱ、一部のクロテッドクリームは、冷凍で輸入されてるのかしら。なんか大丈夫な、そのなんか技法をちゃんと確立したところは、やってるっぽいんだけど、ご家庭の冷凍庫で保存はあんまり推奨されないらしいですよね。夢もなんか前冷蔵庫入れてたらカビちゃったからさ。あら。
ちょっとそれはね。滞在ですわよ。悲しみ悲しいがですわ深い。ね。うん。クッキーいかがですか？クッキーも買った。クッキー今何食べてんだっけ？レモンホワイトチョコだっけ？あ、そう。ごめん、もうお腹の中に入っちゃったの。こっそり食べてた食レポを聞きたかったのに。ゆめちゃま、しかもラジオが始まる前に。嘘でしょね。ちょっと。お茶会しようって言ったじゃん。なんで先に食べてんの？全部。ゆめちゃんが、頑張って準備してる間に食べて。嘘でしょ。ゆめがさ、画面のさせてとかしてる間にこの人もう食べて一周ございました。嘘でしょね。ちょっと。ね、勝手にお家に帰ってきちゃったのよね。じゃあそれはしょうがないな。レモンクッキーが食べられたわ。たがってたんだな、シャトちゃんにね。そう。あれじゃん、なんかディズニーの映画でなかったっけ？牡蠣の赤ちゃんがさ、こう列をなしてさ、口に入っていくやつ。なんだっけあれ？アリス？私、ディズニーエアプなので、あれですけど、なんかベイビーオイスターみたいな。そう。なんか牡蠣の赤ちゃん。なんかね、夢もディズニーあんま知らないっていうか、なんかディズニーあんま好きじゃないんだけど。そのシーンだけすごい覚えてて、アリスの。多分アリスだと思う。なんか残酷なシーン。そう。列をなして。それはちょっとショッキングですよね。そう。列をなして、なんかセイウチかなんかの、おじさんに全部ベイビーオイスター騙されて食べられちゃうみたいなシーンがあって。ひどい。怖えってなって。怖い。アリス怖いんだよ、ほんと。そう。アリスはね、なんか映像がね、すごい、なんかやばいもん決めて作ったとしか思えない映像もあり。結構あるんですね、ディズニーそういうの。初期ディズニー。原作のアリス・イン・ワンダーランドも結構決まってる感ありますからね。結構決まってる。ちょっと紅茶を飲みながらダラダラ喋ってしまった。楽しいお茶会って感じ。お茶会って感じ。もうね、女二人とか言っちゃいけないんですけどね、女二人集まって、お茶会をね、するとね、なんだろう。一生喋れますからね。そうよ。そう。ずーっとおしゃべりできますわ。ずーっと喋れる。ちょっとね、お便りもう一件いただいてるので、そろそろこっちを読みましょうかね。はい、すみません。なんかダラダラ喋ってしまい。いや楽しくて。楽しいですわ。はい。で、こちらちょっと長めなので、少しずつ読ませていただきます。ねえ、ゆめラジのお便りです。いつも楽しく配信を見させていただいております。ありがとうございます。第1回のラジオも面白びっくりな話題やシリアスな話題もありで、楽しいラジオでした。シリアスな話したっけ？なんか、フリーダム入場お葬式のお話されてましたね。フリーダム入場お葬式、そう。春といえば、新しい出会いの季節でもありますよね。新しく知り合った方との縁は大切にしたいところですが、ここで私の悩みが出てしまいます。どうかこの悩みを拾ってくれたら幸いです。ということで拾わせていただきます。私の悩みは、新しく出会い仲良くなった人とは最初の2ヶ月ぐらいは和気あいあいと交流を図れるのですが、2ヶ月も経つと相手はきっと自分に飽きてるんじゃないか、内心邪魔になってるんじゃないかという妄想リミッターが作動して、殻に閉じこもり鎖国してしまい、疑心暗鬼が強まります。過去に何度も仲のいい友人や恋人とうまくいかず終わってしまいました。精神的な症状のハンデがあり、昔から自分に自信が持てず、友好関係や恋愛関係を構築するのが苦手で距離感もつかめません。最近始めた推し活にも、影響し始めてしまい、配信中のコメントとか打つのやめようかなーって考えてしまいます。なんで？推しの配信中にコメント拾ってくれるのは嬉しいけど、ありきたりのコメント拾うのはだるいかな、迷惑かけてないかなって想像してしまい、推し活を心から楽しめなくなりそうで怖いです。失敗を繰り返すうちに、私の心はポケモンのパルシェンのように固く閉ざされていきます。ゆめさんとゲストの方にお聞きしたいのは、お二人の自分に自信をつける方法や、楽しく維持できる友好関係や、推し活の仕方です。長文の質問でごめんなさい。最後まで読んでいただきありがとうございます。ということで、お便りありがとうございました。ありがとうございました。まず、文才がすごくてびっくりしちゃった。
ねえ。めちゃくちゃ文章うまいですよ、あなた。もう、ちゃんと、こう、分かりやすく内容が入ってくそう、る。そう、すっごい読みやすい、こんなに長いのに、ちゃんとわかりやすいんですよ。なので、多分ですね、すごく考えてね、書いてくださったんだと思うんですね。で、なんか資料深さがすごくあるから悩んじゃうのかなと思ったんですけど、ねえ、なんか、こんだけ、なんかわかりやすく人に伝える才能があるのなら、たくさん発信してほしいですが、夢としては。すごい才能を感じました。ねえ、なんかすごい文才が感じる。文章力というか。文章力。ねえ、こんなわかりやすい文章夢書けないですよ、マジで。なかなかね、書ける文章じゃないなって私もちょっと何から目線って感じですけど。ねえ、本当にすごい。お悩みが、最初の2ヶ月ぐらいは仲良くできるけど、まあなんか、内心邪魔なんじゃないかとか飽きてるんじゃないかって思ってしまって、連絡取らなくなっちゃうってことなのかなこれって。で、過去に何回も仲のいい友達とかと、恋人とかと続きませんでしたみたいな感じで、精神的な症状の判定があって、で、昔から自分に自信が持てず、友好関係、恋愛関係を構築するのが苦手で距離感もつかめませんってあるんだけど、和気あいあいとできているなら構築できているよ、多分。ね。まあ、それを維持するのが、どんどん難しくなっちゃうっていうところに、悩みを抱えてらっしゃるのかなっていうなるほどね。ところですよね。これ、なんかさ、なんだろうな、なんだろう、これすごくね、表現が難しいんだけど、友達関係ってさ、なんだろう、確認した瞬間にちょっと気まずくなるじゃん。なんか、私たち友達だよねって言うとちょっと気まずくなるじゃん。だからさ、確認ってさ、しづらいじゃない友達関係って。ね、だからさ、なんだろうね。なんかね、これ本当に元も、身も蓋もないんですが、夢はね、夢が友達だと思ってたら友達だと思ってるんで。ね、だって相手がどう思ってるかとかって考え出したら結構キリがないので、ね。そうね。なんか、こう、すっごい、私これ、このお悩みすごいわかっちゃうというか、そう、なんか、多分この方も書いてあるから分かってらっしゃると思うんですけど、なんか本質的な悩みって、多分自分に自信がないっていうのが全ての原因というか、お友達と話してる時に、まあ、相手がどう思うかっていうよりかは、こう自分の方にどんどん自信がなくなっていっちゃって、こういう風になっちゃうのかなっていうのを感じて、わかるって思いながら聞いてましたわ。一緒にいてもなんか楽しくないんじゃないかな、向こうは、みたいな。自分に自信がないからってことかな？そうそう、まあ、私は最近ね、そういうことはまあもう思わなくなってきたかなって思うんですけど、そう思う気持ちもわかるというか、そう、やっぱり自分に自信がない状態が続いてると、なんかこう周りの目が気になっちゃうというか、なんか本当に自分と言ってこの人は得になってるんだろうかっていう風に考えがいっちゃうのはすごい共感できるなと思いました。なんかね、夢は、損得じゃないからさ、友達って。なんか損得でさ、考えるのってビジネスじゃん。友達ってビジネス的な付き合いじゃないからさ、損得じゃなくて好き嫌いじゃん？そうそうそう。だから、本当は向こうはそんなこと思ってないのよね。そうだよね。で、自分も友達に対して、
なんかこの子飽きたなとか思うこ思わなともないいよね。ね、し、そうそうそう。そうだから思わないから、なんか向こうも思ってないだろうなっていうのは、こううん。頭のどっかではわかるんだけうど、んうん。こうね、だからこう多分最後の方に書いてくださってるからあれなんだけど、自分に自信をつける方法が多分、このね、自分に自信をつける方法や楽しく維持でうんきる友好うん関係を死活の仕方をお聞きしたいってうん書いてあるうんもんね。そうだからこの方の中でうん優先順位をちゃんと決まってるんだなっなるて思っほど。て、なるほどってすごいその分すごい自己分析がちゃんとできてるねえ、方すごい。なんだなってちょっと本当思っにすごい。てました。うん。自分に自信をつける方法か。自信っていうか自分のこと好きかどうかだと思うんだよね。自信ってよくわかんないんだけど、夢は。うん。だって上見ても下見てもきりないからさ。夢がさ、できると思ってることでもさ、もっとできる人いるしさ。うんだから自信っていうかなんか自分を好きかどうかだから、なんだろう。夢がね、これね、割とね、なんか、言うことというか、おすすめしてるのは、募金しようなんだよね。おー。募金しようとか、なんか、コンビニのね、募金箱とかでいいから、募金しようとか、あとなんか、ちょっといいことする。はいはいはい、はい。席譲るとかさ、ゴミ拾うとかさ。うん善行ってさ、なんか、うん。自信がつくというか、自信がつくとは違うけど、なんだろうな。いいことすると気分がいいですし、うんうん。いいことをすると気分がいいぜという気持ちで、夢はいいことしてるんだけど、うんうんうん海賊みたいな、いいことをすると気分がいいぜみたいな感じで、いいことをしてるんだけど、そうだ、なんか、酒、女、募金みたいな。そういう感じ。新しいタイプの海賊。もうね、そういう感じで、いいことしてるんだけど、なんかね、いいことするとね、そういう自分のこと好きになるので、ちょっと。うんうん。だから、自信っていうよりもね、自分のこういうとこ好きだなっていうのを見つけるといいんじゃないですかね。夢はね、なんだろう。なんか、そんな自己嫌悪というか、うん、スーパー多責だから。でも多責っていうよりかは、こうなんでしょう。相手がどう受け取るかは相手次第みたいな。そうなのよ、そう。うんうん、素晴らしい、美しく言い換えてください。そう、そう、ただ、夢が、これ、唯一言えるのは、推し活のコメントやめようはね、考える必要はないです。だって、そうね。そう、うん。これはシャトーちゃんもね、わかるというか、同じこと考えてると思うんだけど、コメントを拾う、拾わないは配信者が決めてます。うんうん。なぜなら、その配信は配信者が仕切ってあなたたちに提供しているものだからです。うんうん。だから、拾いたくなかったら拾いません、マジで。そうね。基本は、やっぱ拾いたいというか、そう。問題のあるコメントそう。以外は、あればあるだけ嬉しい。そうだよ。ね。だからさ、もうなんか、絶対これ迷惑になるだろうな、みたいなこと以外は別に言っていいと思うんだよね。だってさ、配信者の人だってさ、嫌だったら嫌って言うよ。基本的には。だって、そうね。ね、あなたが、悪意でコメントしてないってことはわかるんだから、例えば迷惑だったとしてもね。もし迷惑だったとしたら多分言ってくれますし、拾わないです。迷惑だとしたら。うんうん。ありきたりなコメントを拾うのはだるいかなってあるけど、全然、ありきたりなコメントってなんだよ。むしろ。こんにちはとか挨拶大事だろう。でもね、いや、これ、うんさっきから分かる成人で申し訳ないんですけど、ね、分かる。いや、分かりていてくれないと困るから助かる。コメントするのってすっごい勇気いりますわよね。それはそう、分かる。なんか、自分がコメント打ったことによって、画面の向こうの相手がどういう反応を返すかって、分かんないから、しかも直接話してるわけじゃなくて、こう、コメントっていう、ね、ちょっと遠いものだから、いやなんか
そうこう、ね。どう楽しんでるみたいなのもさ、なんか相手によってはうざって思われるかもみたいな。なんか、こう、それってあなたの感想ですよねとかあ、言われた日には、あ、もう立ち直れないっていうか。シャトユキが、そうそうそう。シャトユキが出てしまった。いやー、だから、こう、コメントをしてくれたっていうこと自体が、うん。私はすごい全部嬉しいないや、そうとそうそう、そう思ってます。だよ。コメントしてくれただけで嬉しいんだからさ。うん。だし、なんか、まあ、なんだろう。これはね、YouTube の、なんだろう、システム的なね、ところというか、評価的な話だけど、コメントいっぱいあるとね、YouTube くんがね、盛り上がってるな、この配信って思って、プッシュしてくれるので、そういった面でもコメントはしてあげてください。してあげた方が配信者さんは絶対嬉しいです。そう。そそうう、だから、本当に気にしないでそう。ほしいですよね。そう。でもまあ、うん。そう思う気持ちもねわかります。そう、わかる。まあね、なんだろう。まあ、相手のね、思うことって相手にしかね、わかんないからね。自分では絶対わかりようがないしさ。うんうん。でもそれってさ、別に配信とか関係なく誰と話しててもそうだしさ。うんうん。このね、上の方に友人ともってあるけど、なんだろうな、やっぱね、多分優しいんだと思うんだよね。この送ってくれた方、すごく。うん。すごく配慮ができる方だと思うので、この文章もさ、すごく考えて送ってくれたというか、書いてくれたんだなっていうのが伝わってくるし、うんうん。考えすぎちゃうというか、ところがね、あるのかなと思いますが、ただそれはね、あなたのいいところでもあるので、本当に。うんうん。これね、まあ、夢的には、あんまり、なんだろう。本当にね、嫌だったら向こうから離れますよ、本当に。だから、あなたが友達だと思ってる間は友達だし、あなたが相手のことを好きだと思う間は、別に連絡とか全然取っていいと思いますよ。嫌だったら向こうから離れるんで、本当に。うんうんうん。疑心ね。そうね。よろしい？あ、どうぞどうぞよろしいですか？どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞいやどうぞ。そう、自信のつけ方でうん最近ちょっと私が、うん。気づいたことなんですけど、うん。なんか、こう人からの評価って自信伸びないなって思いました。わかる。わかりー。あの、こう、いや、人は自分がなんでしょう、人からの評価っていう風に言うとあれですけど、相手の方が私を褒めてくれるっていうのは、すごい素直な反応だと思うので、なんかそれ自体が良くないってわけじゃなくて、なんか自分が自信をつけるために周りの人から褒められるようなことをしないとっていうのは、その自信をつける方法としては、ちょっと違うかもって思い始めました。そうなんだよね。そう。だから、で、何が自信をつけることにつながるんだろうって考えた時に、私一人の時間を楽しむっていうのが実は一番自信につながるかもっていうのを最近思って。ある、それは。確かに。だからさっきゆめちゃまが言ってたなんか募金をするとかも基本一人でできることじゃない。そうそう。自分の中で完結する、自分がしたいって思ったことをしてでなんでしょう、達成感が得られるもの、だからなんかそういうことをしたら効果があるんじゃないかなっていう。そうそうそう。ものづくりとかね、それこそ。そうそう。なんか必ずしもいいことをしなければいけないっていうよりかは、なんか一人で完結できて満足感が得られるものをちょっとずつ積み重ねることによって、なんかこう一人でいても大丈夫なんだっていう自信になる。そうね。そう、なんか友達と
関わってても、うん。相手に嫌われて一人になっちゃったらどうしようみたいな不安がちょっとずつ薄れていくかもって。そうね、そういう不安があるから、うまくいかなかったらどうしようとかなっちゃうんだもんね。嫌ってるんじゃないかと、飽きてるんじゃないかとか。うん。そうそうそう。まあ、人間、ね、人類、ちょっとゆめちゃんは、恐竜さんだから、すいまありかもしれないけど、そう。人類って結構社会的動物だから、うん。なんか、人から嫌われたらどうしようみたいなそうね、それはみん不なね。安は、そうみんな抱えてるはずなんだけど、なんかそれが強すぎるのも良くないし、少なすぎるのも良くない。すいません。あ、いや、少なすぎて。本当に社会性がなくて。いや、こう、いいこともあるし、悪いこともあるみたいなところだから、なんか、なんでしょうね。そう、私これ結構考えてたんですけど、なんか初めて平均台の上で手を離した時のことを覚えてます？平均台っすごいて、宇宙恐竜になっちゃった。平均台って渡るやつだよね。あ、そう。とか、なんか初めて自転車でこう補助輪なしで乗れた時とか。すいません、夢自転車乗れなくって。まあ、恐竜さんだから。本当に自転車乗れなくって。でも、平均台とか、逆上がりは覚えてるかな？逆上がりできた時とかは覚えてる。すごい。そう、なんか、そういう、なんか、できなかったことができるとか、なんかこう、人とのコミュニケーション内じゃなくて、なんか自己完結することで、できなかったことができるみたいなことって、子供の時にはたくさんあったけど、なんか大人になるとどんどん少なくなっていって、どれもこれも、そう、全部できて当たり前みたいな。人からの評価みたいな。そう。が多いもんね。なってくるから、なんかそれを、なんか、例えば、なんか、飲食店に一人で入ってみるとか、まあ、それが当たり前の方もいらっしゃるかもしれないけど、なんか、そうすると、なんか大人版の、こう、平均台でバランス取ってみた状態を作る。実績解除みたいなね。そう。一人で飛行機乗ってみるとか、なんか、私は一人旅が好きなのは多分、そういうなんか大人になっても、私一人で生きていけるんだ、みたいな。なるほど。感じられるから、なんかそういうことで、自信ちょっとついていく。まあ一人で映画見に行ってみるとかね。そう。あとは、なんかカフェで今日はこの本読み切るみたいな感じでカフェ行ってみるとかね。そう。なんか、そういう、こう、自分の心の中に閉じこもっちゃうっておっしゃってるけど、なんかその閉じこもってる殻の中が豊かであれば、人とのコミュニケーションもあんまり怖いっていう気持ちが薄れるんじゃないかなっていう。確かになんて素晴らしい回答なんだ。いやでもね、なんて綺麗な回答なんだ。わかるから、すごい、考えやすかったというか。そうね。あとあれいいかも、お家きれいにする。お家片付けたりとか、お家をね、居心地よくしてみるのはね、一つの手だと思いますね、夢は。確かに。なんかだから、こう友達いなきゃダメかもみたいなよりは、なんかお家きれいにしてとかで、こうお家でちゃんと自分で快適に暮らしてる自分がどんどん好きになっていく。自分の面倒をね、自分で見れるようになるとね、なんかそれだけでちょっとなんだろう、自分に対する自信というかになりますからね、多分。まあもしやってるよとか、なんかそんなのはできてるんだよみたいな感じだったら、いやそれできてるのすごいわねって私は思いますし、本当に。だからなんか一人でいることをこう肯定するみたいなことがいいのかなってちょっと思いました。そうね、これやっぱその不安の出どころって、この一人嫌われたらどうしようっていうところ
嫌われたらどうしようっていうのは、なんで不安なのかっていうと、一人になったらどうしようっていうところなので、多分。まあなんだろう、一人でいても、全然楽しいよねっていうところ、ベースがあれば、人間関係結構、気楽にね、接せられると思うので、本当にね、なんか、あんまり、気負わずやっていくのがいいかなというのと、そういう、なんか一人の時間をね、充実させてみるのが自信になるんじゃないでしょうかというところが回答ですかね。そう、ハルシェンのように固く閉ざされていきますとありますが、殻にこもるは一ターンなのでね。次のターンにはそう出てくるので。まあ、殻にこもった時にね、そう、殻の中で快適にね、過ごせるのが大事だから。そう。まあ、その殻が決して破られなければ自分は無敵ですからね。そう。だから、ぜひ、殻を強くしていってください。そう、背中を快適にしていく。そう。といったところがお返事ですかね。シャドウちゃんも結構あれなんだね。わかるって言ってたけど、そういう悩むというか、人間関係ちょっと悩んだみたいな時期あったんだ？もうね、結構ね、私、繊細な心を持っているので、反応に困るな。これさ、いじっていいか微妙なラインなんだよな。こういう。いや、そう、私はね、やっぱガラスの心を持つ乙女なので、この間も、なんでしょう、職場の人とかと、すっごい久々に会った職場の人に、ちょっと冷たい感じの反応をもらって、なんか、嫌われたかなみたいな、なんか私何かしちゃったかなみたいなので、帰ってやけくそ雑談配信をしたんですけどあれそういうことだったんだ。そうちょっと様子のおかしいシャトーさんだったんですけど、そうなんだ。まあそれもこう、やっぱ人とのコミュニケーション結構しんどいってなった時に、私は私のこの世界があって、お城があるっていうね。仕事の私と、プライベートの私とっていうので、別の世界があるから、心の均衡を保ってるというか。そうね。そう。さっきのね、すいません、スッと消しちゃって申し訳ないんですが、さっきの、いただいたお便りでもう一個あるのが、あれですね、拠り所をいっぱい作る。心の拠り所っていうか、自分の所属している場所を複数作るのは割と手だと思いますね、夢は。そうね。まあ、多分最初のステップとしては、自分の、こう、居場所を作る。居場所を作る。で、自分の時間を大事にするっていうのが一番最初のね、ステップかなとは思いますけれど。そうね、人ところにね、依存というとあれですけど、やっぱここの世界しかない、ここしか自分を認めてくれる人がいないみたいになっちゃうと、やっぱりそれが終わってしまった時の恐怖が出てきてしまうからね。私ちょっとそういう意味では恋愛っていうのはすごく、よくわからないものになっちゃう。そうだからちょっとね、私恋愛相談は本当に何にも参考にならないんだけど。想像で喋るし。そう。だからこうご友人とかね、そういう付き合いはまあ私にはこの人しかいないんだってなるよりは、いろんな人と関わった方が、そうね、それはあるね。楽かなっていう。わかります、それは。といった感じの回答になりますが、なんかちょっとでも参考になったら嬉しいです。すいません、なんか最後ふわっと流れてしまって。コメントはしてください。大事なお知らせ。コメントはしてください。そう、コメントはして、それはね、本当にね、配信者としてこれだけは確実に言えるんですが、コメントはしてください。本当に。嬉しいんで。はい。ね。
我々が仕切ってるんで、マジで気にせずコメントしてくれて大丈夫です。そうね。そう、なんかさ、そういうさ、シャトーちゃんとかもそうだけどさ、なんかしちゃったかなって思えるのさ、マジで偉いんだよね。ゆめはお腹痛かったのかなって思うから。いや、でもそのマインド欲しいですわ。本いや、当に。なんかね、自分の中に邪魔な思想があって、うん。万人に好かれたいっていう、すっあごい邪魔な思想があるの。はいはいはいこれはい。さえ悩むこともないのにっていう。なるほどだから、ね。そう。だって、ゆめちゃんが言ったように、うん。お腹痛かったな、もう全然確率としてはあるそう。し、疲れてるのかなとそうか、そうそうそね、他のこと考えてたのかなとか、あるから、なんかそれって、こう、自分がいくら考えても分かんないことって、う。うん。ゆめちゃんがおっしゃってたけど、うん。そう、本当にそう、みたいな。そう。だし、もし相手がうんうん私のこと嫌いだったとしても、うんそれは私にはどうしようもできないっていうか、そ相手の気持ちまでコントローう。ルそうできるなんだよね。思っちゃいけないのよね、うん実は。そう。ゆめがね、時々引用してる、すごく大好きなね、映画の、セリフというか、言葉があるんですけど、ちょっとマイナーな映画なんですけど、ライフ・オブ・パイ、虎と過ごした100日間っていう映画がありまして、まあね、海の上で、その船が、遭難して大きい船がね、で、移動サーカスか移動動物園かなの、男の、経営してるお家の男の子が、そこの、動物園、移動動物園を乗せてた船が、沈没して、で、虎と一緒に船の上で漂流するっていう話なんだけど、まあ、すごくね、夢は好きな映画なんだけど、それのね、一番最初の方で出てくるシーンで、その男の子がね、小さい時に、動物とも心が通じるんだと思っていて、で、まあ、虎の檻に近づいて、で、虎にちょっと襲われそうになってお父さんが、慌てて助けるっていうシーンがあるんだけど、その時に、その男の子がね、でもお父さん僕、虎の目を見たら虎の心が見えたよって言うんだけど、それに対してお父さんが、それはお前は、虎の心を見たんじゃなくって、虎の目に映ったお前の心を見たんだっていうシーンがあって、これってさ、なんか人間同士もそうなんだよね、基本的には全部。確かに。だって相手の心って見えないからね。自分が、思ってる相手の心を見てるだけだから、っていうのはね、常に思うようにしてますね。確かに。結構影響を受けた言葉かも、それは。いや、帰ってお風呂場とかで、向こうのセリフを想像する自分がいるのよ。でもその脳内の脚本全部ライター私だから。そう。言ってないからね、相手は。捏造人だからそれ。捏造だから。そう。シャトー劇場だから、それ。いやでもシャトー劇場、いやちょっとね、お風呂結構ね、開催されがちだから。あ、そうなの？そう。なんだろうなって、なんか、何かあるのかなって思うんですけれども。なんだろうね。お風呂反省会は結構、まあでもよく聞きますわよね。ね、お風呂とか寝る前とかね、布団の中でとか。一日のこと反芻しちゃうみたいなのあるよね。まあね、でもきっと新生活でね、みんな、多分そういう、新しい環境で、新しい人と接して、そういう悩み結構出てくるのかね。そうですわね。出会いと別れの季節ですから。ね、春はね。本当に？いや、そうよ。人間界では常識ですわよ。そうなんだ、ちょっと。出会いと別れの季節。春はなんか夢の周りは花粉で苦しんでるやつしかいないから。まあ、それもありますわ。私も花粉症なので。あ、そうなの？
大変じゃん、じゃあ。そう、でもまあ薬でね、うんうん。なかったことにしてますわ。素晴らしい。うん。ということでね、なんかすごい長々喋ってしまいましたが、お便りありがとうございました。皆様ちょっとでも、ね、お役に立てればと思います。なんか普通にお茶会みたいな感じで喋っちゃったな。もうすっごい楽しかったですわ。楽しかったー。ね、本当に、お世話になっているんですが、この長々喋るのサシで初めてじゃない多分。ね、この長さでサチはないですよね。ね、1対1で喋るのは初めてな気がするんですが。いや、でももう、10年来友達のように。10年来の。本当に。友達かもしれん、もしかしたら。うん。忘れているだけで。そうよ。ね。もしかしたらね、フランスにいた頃とかに会ってるかもしんないしね、ゲームだったら大体ね、そのフランスとかでさ、過ごしてた3歳までの間にさ、会ってさ、なんか約束してたりするんだよね、こういうの。ああ、確かに。姫ちゃんはフランスに来たことあった？記憶ではないかな。記憶ではない。わかんない。でも今気絶してた期間、そう、気絶期間長いからさ、アラスカで、氷漬けになってて、目が覚めて、おもちくんに出会うまで自我を得てなかったので、その期間に出会ってるかも。じゃあちょっと一回フランスの博物館とかに運ばれたこともあったんじゃない？あるかもしれない。一回展示されてたこともあるかもしれないね。うん。もしかしたらね、ルーブルとかに。博物館ではないが。ルーブルのね、閉鎖されてる塔とかにいたかもしれん。まあ、3歳の私がそこにうっかり忍び込んで。そうそうそう、出会っているかもしれないね。ね、シェイプオブウォーターみたいな感じで。ガラス越しに会ってるかも。最近見つけた喫茶店で再会と。そう、最近見つけたこの桜の花が咲く喫茶店で、運命的な再会を果たしたのが本日でございます。美しいですわ。美しい物語、皆様承認になっていただいて。はい。上げの時も下げの時も。上げの時も下げの時も。ずっともうちらずっともでいることを誓います。ギャルの。ギャル婚式。ギャル婚式じゃん。ギャルの誓い。当園の誓いみたいな。当園のちぎりみたいな。ちょっと同じティーカップから紅茶飲みます？そう、同じティーカップから紅茶飲んで、杯を交わし。杯を。我らデビューした日は違えど。引退するときは、まあ、わかんないね。一緒かも。当面ないんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、本日ゲスト、シャトーちゃんに来ていただきました。またぜひ遊びに来てください。遊びに来てくれるかな？ありがとうございました。あ、もういいと思う。やったー、伝わった。ちょっと今、一瞬、危なかった。危なかった。ちょっと今、脳がね、反射神経が鍛えられましたわ。反射神経が配信者としての。はい。それでは皆様ありがとうございました。ボンボヤージュ。シャトーちゃんの終わりの挨拶はちなみに何なんです？おつシャトー。ほんと、今考えたでしょ。今考えたでしょ。絶対、めっちゃ間があったもん。めっちゃ間があったが。ごきげんようとかじゃないんだ。おつシャトー。おつシャトー。かもしれない。本当になんかいつもね、ぬるっと終わってるから。うん。そうよ。まあ、オフォア。オールボア。オフォア。あ、フランス語の本当の発音だとそうなの？そうかも。オールボワールってカタカナだと書くよね。でも、R は発音しないから。そうだね。確かに。オフォアになるのか。そう、オフォアになる。ちょっと発音しづらいかも、日本人には。そうなのよね。難しいのよね。ねえ。ということで皆様ありがとうございました。ではまた。
またお疲れ様でした。バンボヤー。